最後の調整用の加工は手作業ですね。いろいろ伝わってくるんですよね、手とか音とか。あちらがマグの鋳造工場ですね。で、こっちが、一応加工の工場です。ここは鋳造の現場です。はい、一応材料溶かしてるの。1日どれぐらい使うんですか？大体50本とかいくのかなっていうのは。下の不良のやつとか、ホイールとかも入れちゃうんです。ホイールそうなんですか？入ってないですか？あれ不良のやつです。物にならないやつになるんで。黒いやつ。これが全部ホイールの型になっています。円って言って入れた時にそこが熱くならないように温めてるって感じです。今から鋳造するところ。はい。問題ないです。
今回同時にするのは、二人同時で均等に入れないと、均等に上がってこないんですよ。片方だと、いびつな形になっちゃう。だから二人同時に入れないと、ちょっと。コンビネーションが大事みたいな。そうですね。息合わないと、こっちは問題ないですけど、こっちが上がりきってない。こんな感じになっちゃうんですよね。息が上がってないと、ちゃんと上がりが悪くなっちゃう。ああいうのはまた作り直しになるんですか？そうですね。作り直し、もう一本追加で作り直し。不良、はい。これまた溶かして使うんですか？そうです。これ溶かして使います。大体1日分、1日分って感じ。結構出るんですか、バリが。そうですね。ものによりますね。まあ、アルミで作ってもアルミチームで作っても。同じですね。そこを全部手作業で全部取るって感じでなります。
水ガラスっていうものが入ってね、それはこれと反応するわけ。いや、大丈夫です。ちょびっと気をつけ。
時間半後ぐらいに温め終わる。それをこの上に乗っけていく。その後に型組みって言って残りのパーツを乗っけた後に初めてこの型に流し込むっていう感じ。もうマグ水に触れた時点で終わりなんで、もう爆発します。だから全部使うものを温めないとちょっとまずいですね。横だけこれがホイールの表面側を作って、これがホイールの後ろ側を。で、この上にさらにホイールのもっと後ろ側を作るやつを乗っけていくっていうか。今かなり慎重に置かれてたんですけど、なんでこういう砂を固めてるだけですぐ壊れちゃうんですよ。これは樹脂砂使ってるから硬いんですけど、こっちは普通の砂を炭酸ガスで固めてるだけなんで、脆いんですよね。なおかつ薄いですし。だから慎重にやってるだけです。難しいものづくりをされてるんです。難しいんですよね。なんか意外と、ちょっとのバランスが崩れちゃうだけで、クラックとかが出ちゃったりするから、そうすると製品として使い物にならないんで、全部書いてたんですけど、何がダメだっていうのを、そう、チェックしてたんです。せーの。何か理由があって君が貯めてるんですか？
漏れ出た時に固めてないと流れちゃいます。あとは多分冷え方にも若干関係すると思います。バーナーがあって、壺の下で火を回してるんですよ。で、それの、煙突と、ちょっと仕組みが違いますね。それはマグネシウムだから違う。そうですね。だからこの壺の、これの材質も違うんですよ。これ鉄なんですけど。あんな風に発光するんですよ。これがもっと、バーってなってくるんで。せーの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 。
はい。これはきれいにしてまた溶かします。はい。で入っていくって感じ。それで500度ぐらいで熱されていく。それでずっとこのまま終了するとここに出てきて、ここが水なんですよ。プールみたいになってて。本当だ。で、ここで一気に冷やしてって感じです。それで1日目の焼き入れは終わりって感じです。で、次の日でここで戻しっていう、熱をちょっと下げた状態で粘り気を出すっていう。荒削りと仕上げ加工の、それが一応図面にあるんで、図面に合わせて作っていくっていう感じです。はい。これが一応機械の中に入るプログラムになるんですけど、鋳物をこう削っていく時の軌道ですね。
これが加工が出来上がった状態になります。左の機械が1工程側になります。で、右側の機械が2工程側になります。これがマグネシウムのホイールになるんですけど、これが金型のアルミの R15。この2つ同じサイズなんですけど、こっちは結構重量が、やっぱアルミなんであるんですけど、こっち一応マグネシウムなんで、片手で全然持てる重さになります。で、軽い仕様であと強度があるホイールになります。ホイールは変えられてます。変えてますね。で、渡辺の。渡辺の19インチですね。やっぱこういう90年代の張り出しスタイルが好きなんで。ゆっくり起きてるんですよ。一応108.5を狙ったんで大丈夫ですね。この作業でいうと、技術を問われるところなんですか。仕上げまで持っていくプロセスをいかに時間短縮するかですね。それと寸法出しかな、検査しながら測定してやってるんですけど。
こことこの面を取る。1日大体どれぐらい処理されるんですか？ 20本から30本弱ぐらいまで。これは手作業で全部やるんですか？うちはなんか手作業多いですよね。昔からの町工場みたいな感じです。鋳造した鋳物から削りは NCT の自動機使ってるんですけど、こういうなんだろう、お客様の最後の調整用の加工は手作業ですね。これ1メモリ100分の1です。100分の1って言ってもピンとこないですね。1ミリを100等分にした 0.01。単位で言うとミクロンってやつですか？ミクロンで言うと10ミクロンですよね。1メモリ10ミクロン。これを芯出しして作業する。うちはちゃんとこだわって精度出してます。これは自動機と違ってやっぱり汎用機っていう人の手でこういろいろ触るじゃないですか。いろいろ伝わってくるんですよね。手とか音とか、まあ音は NC も一緒ですけど。自分はもう30年ぐらいここ働いてますね。スタッドボルトの下穴だけ開けて、で最後ナット穴を開けて、でバリ取りで終了です。ここはじゃあ次ナット穴開けます。はい、お願いします。これで完成です。手作業で全部手作業です。特殊なやつとかは自分が開けてます。削りながら加工してるのが6割ぐらいはありますね。どれぐらいのねこれはもう30年近く使ってますね。これじゃないとこういう作業できないんですか？そうですね。ありがとうございます。いえ、とんでもないです。ホイールからエア漏れしてるかどうかの全部チェックをします。回します。
中に今空気を入れてるんですけど、で、もしエア漏れしてるんだったら、こっちから出てくるんですけど、ほとんど空気が出てくるってことはないですね。タンク修理の、検査の仕方と一緒ですね。最後もう一回見て、二度見をして、これで、とりあえず出てないか。出てるとダメなんですけどね。これでチェックは終わりです。中の空気抜きます。これで終了です。これ一個一個するんですか、毎回。そうです。3回吹きつけるんですか2回。2回。これで完成。